リモートワーク中に副業してた先輩、業務用 PC のログで完全論破。若手には見えない高度な仕事してんだよ。お前の全アクセスログを抑えてるんだが。俺は現在27歳のバックエンドエンジニア。中堅のウェブ系企業で Python と Django を使った開発をしている。妻と2人暮らしで住宅ローンを抱えている。うちの会社はリモートワークが中心で、週に1回出社するくらいの働き方だった。この話は半年前に始まった新プロジェクトでの出来事だ。プロジェクトは大手 EC サイトのリニューアル案件。納期は6ヶ月で予算も大きい重要なプロジェクトだった。そのプロジェクトに渡辺先輩という33歳のシニアエンジニアが配属された。よろしく。俺が渡辺だ。シニアエンジニアとして設計やアーキテクチャを担当する。よろしくお願いします。最初は先輩が頼りになりそうで嬉しかった。しかしプロジェクトが始まって1週間、先輩の様子がおかしいことに気づいた。朝のズーム会議で先輩は毎回カメラをオフにしていた。集中したいからカメラはオフにさせてもらうわ。はい、まあリモートだし仕方ないか。最初は気にしなかったが、スラックでメッセージを送っても返信が異常に遅い。早くて数時間、遅いと1日返信がないこともあった。それは遅すぎない？リモートでそれは困る。さらに定例会議にも欠席が多かった。今日の会議は別のタスクがあるから欠席するわ。でも重要な使用確認の会議ですよ。後で議事録見とくから。議事録で済む話じゃないだろ。先輩おかしくない？プロジェクト開始から2ヶ月が経過した。そこで俺は衝撃的な事実に気づいた。先輩の Git コミット数を確認したら、2ヶ月でわずか5件しかなかった。5件。2ヶ月で5件は少なすぎる。何してたんだよ。その間俺は100件以上コミットしていた。プロジェクトの進捗も予定の 50% しか進んでいない。このままでは納期に間に合わない。結局俺が先輩の分まで開発を負担することになった。深夜残業が月80時間を超えた。あなた、最近疲れてるわね。毎日深夜まで働いて大丈夫？ごめん、プロジェクトが遅れてて。これは辛い。先輩のせいじゃん。このままじゃまずいと思い、俺は先輩に直接相談することにした。先輩、進捗どうですか？コミットがあまり上がってないみたいですが。ああ、今は設計を担当してるから、アーキテクチャの検討とかドキュメント整理とかね。そうですか。でもコンフルエンスにも更新がないですよね。若手には見えない高度な仕事をしてるんだよ。まあお前には理解できないだろうけどな。この人、本当に仕事してるのかな？でも証拠もないし、先輩だし、疑うわけにはいかない。はあ？何その態度？完全に上から目線。先輩ムカつくな。俺は強く言い返せず、結局先輩を信じて自分の作業に戻った。でも心の奥底では、先輩の様子がおかしいという違和感は消えなかった。プロジェクト開始から3ヶ月が経過した。進捗は予定の 50% にも届いていなかった。そんな中、クライアントから連絡が入った。このままでは納期に間に合わないぞ。遅れるようなら契約解除も検討する。契約解除？これはまずい。その日の午後、部長から呼び出された。一致。なぜプロジェクトが遅れているんだ？それが、渡辺先輩の作業が進んでなくて。渡辺先輩、彼は実績のあるシニアエンジニアだぞ。でも実際にコミット数が。コミット数が全てじゃない。渡辺先輩は設計やアーキテクチャを担当してるんだ。部長全然わかってない。技術理解が浅すぎる。俺は何も言えなくなった。残業はすでに月80時間を超えていた。体も心も限界に近づいていた。これはきつい。一致頑張れ。しかし勇気を出してもう一度相談することにした。翌日、俺は詳細な報告書を作成して部長に提出した。先輩のコミット数、会議欠席回数、スラック返信遅延、すべてのデータを揃えて部長に見せわかった。渡辺先輩を呼ぼう。た。部長は先輩をズーム会議に呼び出した。渡辺先輩、一致から報告があったんだが。
進捗が芳しくないようだが、部長、実は私もイッチさんについて相談したかったんです。イッチさんのコミュニケーション不足が原因で、私が設計した内容を理解してくれないんです。何度説明しても勝手に進めてしまうので、結果的にプロジェクトが遅延しているんです。はあ、逆ギレかよ。全部一致のせいにしてる。最低だな先輩。ちょっと待ってください。俺はちゃんとコミュニケーション取ってます。いつも私の説明を無視してますよね。チームワークを乱してるのはイッチさんの方です。何を言っても全て言い返される。もうどうすればいいんだ。見ててつらい。でも反撃のチャンスはあるはず。イッチ、お前のコミュニケーション不足が問題だ。このままでは降格も考えざるを得ない。合格？部長ありえねイッチが一番頑張ってるのに。その日から俺の状況は悪化していった。深夜残業は月100時間を超えた。睡眠時間は4時間もない日が続いた。体調も崩し始めていた。あなた、本当に大丈夫？転職を考えたら？でも住宅ローンもあるし、今辞めたら降格扱いで転職も不利になる。でも、体が心配よ。辛すぎる。イッチ頑張れ。そしてついに決定的な瞬間が訪れた。クライアントから契約解除の通知が届いた。納期遅延により契約を解除する。プロジェクト責任者に損害賠償を請求する。損害賠償を。これはやばい。イッチ、お前の責任だぞ。降格と減給、そしてプロジェクト失敗の責任を取ってもらう。そんな、これは理不尽すぎる。一致は悪くない。先輩を許すな。その夜、俺は決意した。このまま黙って終われない。先輩が本当に何をしていたのか、真実を暴いてやる。いいぞ。反撃の時だ。翌日の昼休み、俺は上質の後輩に相談することにした。イッチ先輩、どうしたんですか？実は相談があるんだ。渡辺先輩が本当に仕事をしているのか確かめたい。え、どういうことですか？先輩の PC アクセスログを見ることってできる？ PC アクセスログですか？うちの会社 MDM ツールで業務用 PC を監視してますよ。 MDM？ それって何？モバイルデバイス管理ツールです。業務用 PC のアクセス先や使用時間をすべて記録してます。それだ。それを見せてもらえないか？でも勝手に見せていいのかな？もし先輩が不正をしていなければ何も問題ない。逆に不正をしていたらそれは会社のためになる。わかりました。協力します。いい後輩だ。協力者が現れた。週末、俺と後輩は徹底的に調査を開始した。 MDM ツールとプロ棋士ログを過去6ヶ月分チェックした。イッチ先輩、これ見てください。どうした？渡辺先輩のアクセスログです。勤務時間中、ずっと別会社のスラックにアクセスしてます。何だと？詳細を見せてくれ。後輩が画面に表示したログを食い入るように見た。これは間違いない。別会社？これは完全にアウト。アクセス先のドメインはテクスタートップコムテックスタートアップ社というウェブ系の会社みたいです。テックスタートアップ？それってうちの競合他社じゃないか。競合他社。これはヤバすぎる。しかもアクセス時間が月300時間を超えてます。300時間？勤務時間のすべてじゃないか。つまり先輩は勤務時間中ずっと副業をしていたってことか。完全に副業じゃん。最悪だな先輩。これは許せない。さらに調査を進めると衝撃的な事実が次々と明らかになった。イッチ先輩、GitHub にもアクセスしてます。しかも副業先のリポジトリに大量のコミットをしてます。ちょっと待て。そのコミット内容を見せてくれ。後輩が副業先の GitHub リポジトリを表示すると俺は目を疑った。これうちの会社のコードと同じじゃないか。急いで両方のリポジトリを開いて比較した。クラス名も変数名もほぼ同じ。これは完全にコピペだ。完全にアウト。これは犯罪レベル。本当ですか？俺が書いたコードがそのままコピーされてる。コメントまで全部一致してる。コード投与？これは完全に犯罪。類似性を分析してみます。類似性 99.2% です。
しかもタイムスタンプを見ると自社でコミットした数分後に副業先でコミットしてます。完全にコピペじゃないか。証拠完璧すぎる。これは逃げられない。さらに調査を続けるともっと恐ろしい事実が判明した。一致先輩、これを見てください。先輩がスクリーンショットをアップロードしてます。スクリーンショット？何の？うちの会社の顧客リストです。何だって？顧客情報流出。これは大問題。顧客情報を副業先に流してたのか。営業部に確認したところ、過去3ヶ月で3社が競合他社に乗り換えていた。その乗り換え先がテックスタートアップ社だった。損失は約2000万円。2000万円。これは営業秘密侵害だ。そして最後に先輩の副業収入を推定することにした。リンクトインでテックスタートアップ社を調べました。渡辺先輩がシニアエンジニアとして掲載されてます。堂々と載せてるのか。さらに副業先のスラックログを分析すると、経理担当からのメッセージがありました。今月も200万円振り込みありがとうございます。と。月200万円。200万円。自社の給料より高い。完全に副業メインじゃん。うちの給料は月50万円なのに、副業で月200万円稼いでたのか。証拠は全て揃った。俺は弁護士に相談することにした。一致さん、これは完璧な証拠ですね。清井業非死任務違反、営業秘密侵害罪、両方とも成立します。民事と刑事の両方で訴えることができますよ。わかりました。社長に直接報告します。あなた、頑張って。必ず勝ってみせる。一致頑張れ。先輩を完全論破しろ。俺は社長にメールで証拠を送り、緊急役員会議を要請した。会議には社長、部長、渡辺先輩、そして俺と弁護士が出席した。一致君、渡辺君の副業について証拠があると聞いたが。社長、私は副業などしていません。一致さんの濡れ衣です。では証拠をお見せします。まず MDM ログとプロ棋士ログです。渡辺先輩は勤務時間中、常にテックスタートアップ社のスラックにアクセスしていました。アクセス時間は月300時間を超えています。300時間。それは勤務時間の全てではないか。それは個人的な勉強です。勉強ですか？では次の証拠を見てください。渡辺先輩の GitHub コミットログです。自社のコードと副業先のコードの類似性は 99.2%。コメントまで完全に一致しています。99.2% とか完全に同じじゃん。これは言い逃れできないレベル。まさかそこまでとは。渡辺君、これはどういうことだ？それは偶然にいただけです。偶然ですか？タイムスタンプをご覧ください。自社でコミットした数分後に副業先でコミットしています。それはさらに顧客情報の流出についてです。渡辺先輩は当社の顧客リストをスクリーンショットし、副業先に流していました。その結果、3社が競合他社に乗り換え、当社の損失は約2000万円です。2000万円の損失だと。2000万円。完全に犯罪じゃん。一致すげえ。これは営業秘密侵害ではないか。はい、営業秘密侵害罪に該当します。そして最後に副業収入についてです。副業先のスラックログを分析したところ、渡辺先輩は月200万円を受け取っていました。月200万円。当社の給料の4倍ではないか。証拠はこちらです。俺は経理担当からのメッセージを画面に表示した。今月も200万円振り込みありがとうございます。それは趣味です。趣味で月200万円もらえるか。先輩の顔が真っ青になった。もう言い逃れできないと悟ったようだ。完全に積んだ。ざま。一致の完全勝利。社長、これらの証拠から清井業非死任務違反と営業秘密侵害罪が成立します。民事と刑事の両方で訴えることをお勧めします。分かった。渡辺君、君は即刻懲戒解雇だ。そんな過去2年分の給料も返還していただきます。1440万円になります。さらに清井業非死任務違反で損害賠償も1000万円、営業秘密侵害罪で刑事告訴も行います。6440万円。そんな金額。ざま。完全敗北。
さらに副業先のテックスタートアップ社にも連帯責任で3000万丸請求する。その後、渡辺先輩の末路は悲惨だった。様、自業自得。どうなったんだ。懲戒解雇、損害賠償6440万円、営業秘密侵害罪で懲役1年6ヶ月の実刑判決。副業先も連帯責任で3000万丸支払い、先輩は懲戒ブラックリスト入り。さらに妻にも離婚され、全てを失った。一方、俺はチームリーダーに昇進。昇進きた。特別ボーナス200万円獲得。100万円。一致の完全勝利。年収も100万円アップした。プロジェクトも無事納品でき、クライアントからも感謝された。残業時間も 70% 減って、家族との時間も取れるようになった。あなた本当によく頑張ったわね。いい奥さん、幸せそう。これぞハッピーエンド。諦めなくてよかったよ。証拠さえあれば真実は必ず明らかになる。それを証明できて本当によかった。本当に良い話だった。スカッとした。一致最高。頑張ったね。虫オス。最後まで読んでくれてありがとう。虫オス。スカッとした。次も楽しみに。